皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？このチャンネルでは日本の文化や日常を、仕事のことや日頃のお悩みなどなど、いろいろなことを日本語でお話ししています。今日はちょっとじゃない、とってもラフな格好で動画を撮ってみることにしました。理由は特にありません。いつもと雰囲気が違う私ですよね。びっくりした方もいらっしゃるかもしれませんね。だけど今日はこれでやってみようかなと思います。私はメガネをかけています。メガネ。目がとっても悪いのでメガネをかけています。コンタクトレンズはしていません。コンタクトレンズをすると目が乾燥して疲れるので、家にいる時とか普段はメガネをしています。誰かと遊びに行く時だけメガネをしないです。裸眼っていうのはメガネをしていないことです。コンタクトレンズもメガネもしないことを裸眼って言います。今日お話しするテーマはいろいろお話ししたいなと思って特に決めていません。いつもなら前の動画なら過去と未来どっちに行きたいとかお話ししてたけど、今日は、特に決めてません。流れるような感じでお話できたらなと思ってます。今まで以上に私の言葉でありのままの言葉でお話できるかななんて思ってます。楽しく聞いていただけたらとっても嬉しいです。今までのポッドキャストって見られる意識、みんながこんな風に言ったらみんな分かりやすいかなとかちょっと考えながらお話ししていったので、テーマがあってトピックを決めたりしてだったので、それだとやっぱり私らしさがないんじゃないかなみたいな感じをふと昨日の夜布団の中ベッドの上で少し思ったんですね。だから今日はちょっと私らしさを出したいなと思ってこんな風にお話ししていこうと思います。話すペースもちょっといつもより早いですよね。早いかもしれません。早いですよね。そしたら設定の倍速ボタンみたいなところで 0.5 とか 0.7 に変えていただけたらと思います。私よりもっと上手に話すポッドキャストの人、日本語ポッドキャストの人たくさんいらっしゃるし、発音もいい日本語ポッドキャストをお話ししている方もいらっしゃいますよね。わかりやすい日本語をお届けしたいと思っています。私も。だけど、なんて言うんだろう。そうすると本当の自分が思ってることをスラスラ言えなくなっちゃう。わかりますか？この気持ち。気がするので、今日はこんな風に一回撮ってみようと思います。どうぞお付き合いください。でも、話すことは少しスマートフォンに書いて、箇条書きで書いてきました。ただだらだら話していても、聞いてる人の集中力って保てないと思うので、今日私が話してみたいことを、いくつかまず最初に言いますね。たくさんあるんですけど、もしかしたらその話を話さないかもしれないし、別の話をするかもしれません。その辺はどうかご理解いただけたらと思います。じゃあ今日話すこと一つ目が、もう今年終わりますねっていうこと。もうそろそろ2025年が終わって2026年になりますねっていうお話を一つしたいと思っています。それから、来年なりますねってことで、もう25年終わって26年になりますねっていうことで、来年
の話も少ししたいと思います。そんな感じかな。大きいトピックとしては今年を振り返るお話と、来年のお話を2つできたらなと思ってます。じゃあまず今年もう終わりますよね。2025年。もう今日12月22日に動画を撮ってるんですけど、もう終わりますよね。早いですね。25年早い。ついこの間2025年が始まったと思っていたんですけど、とっても早く感じます。12月って日本語でよく師走って言うんですけど、師走っていう漢字は走るっていう漢字を使います。師走だから12月は走るように過ぎていくっていう意味で師走って言いますね。ご存知の方いらっしゃるかもしれませんね。とにかく12月早い。皆さんの2025年どうでしたか？私は結構いろんなことがあったかもしれないしないかもしれないし、でも2024年よりはあったかなみたいな、そんな感じの年でした。でも私が今年やったことはまず一つは顔出しのポッドキャストを始めたことです。もともと顔を出さないポッドキャストは2024年の11月から始めていました。で、2025年のいつだっけ、7月か6月 ?4 月か、あんまりよく覚えてません、ごめんなさい。あたりに、顔を出して、7月に顔を出して動画を撮り始めました。顔を出した方が、顔を出す理由は、顔を出した方が感情とか口の動きとか見えるし、表情もあるから伝わりやすいかなと思って顔を出すようにしました。その方が面白いかなと思ったからですね、単純に考えて。なので顔を出してお話しするようになりましたね。ポッドキャストの顔出し以外に始めたのが日本語の先生です。日本語の先生。これも2025年の7月半ば ?7 月半ば、7月中旬ぐらいに始めました。経験もなかったのでちょっと不安だったんですけど、一番最初に来てくれた生徒さんはとっても優しい生徒さんで、楽しく始めることができたので、よかったなと思ってます。あ、そうだ。もうすぐクリスマスなので、ちょっとクリスマスかわいいカップにアールグレイティーを入れて、アールグレイティー、を入れて飲んでます。美味しい。美味しいです。もう冷めちゃった。そうですね。日本語の先生は、日本語のポッドキャストをやっていく流れで日本語の先生始めましたね。それから少しずつ生徒さんも増えて、今は楽しくやっております。ありがとうございます。本当に優しい生徒さんがとっても多くて、本当に感謝していますね。ありがとうございます。2025年の前、2024年、2025年は今年、2024年は去年ですね。去年は、2024年、去年は、3月に6年間やっていた仕事を辞めました。辞めた理由は、以前の動画でもお話ししたことがあると思います。ので、ここではちょっと長くなっちゃうから割愛させていただこうと思います。で、簡単
でも簡単に話すと、でもやっぱりやめときます。すいません。私のポッドキャストってどうですか？面白くないかもしれないですね。めっちゃネガティブだね。よくないよね、こういうの。やめようと思ってます。そうですね。2024年、去年仕事辞めた後から、何をしてたかっていうと、辞めた時っていうのはもう働く気力とか自信とか働く自信がなかったですね。こういう話すると暗くなっちゃうから嫌ですね。でも今年2025年はやって見なかったこと、初めてやったことにチャレンジできた。日本語の先生オンラインだけどできたっていうのが私にとって大きかったと思います。で、さっきアールグレイティー飲んでるって言ったじゃないですか。違う、アールグレイじゃないわ。ルイボスティーです。これルイボスティー飲んでます。なんでこれを飲んでるかっていうと、私今年の11月くらいになんか顔にアトピーみたいな感じで赤みが出てしまったんですね。今もちょっと見えるかもしれない。それで一応皮膚科には行きました。だけどステロイドって知ってますか？肌に塗ると結構強い薬、それを私目の周りに塗るのは良くないって聞いたことがあって、なのでそれを塗らずになんとか治したいっていう気持ちがあったので、どうしたらいいかなってジェミニって言うんですか？チャット GPT に聞いて、そしたらルイボスティーがいいって言うから、ちょっと1ヶ月ぐらいルイボスティーをずっと飲んでます。なんかポリフェノールがいいらしいです。痒くて書いたら赤くなってしまったので、ヒスタミン、痒みを抑えるために抗ヒスタミン作用があるから、なんだっけ、ルイボスティーじゃなくて何でしたっけ、ルイボスティーだ。ルイボスティーを飲んでます。でも普通に美味しいのでおすすめです。私アトピーみたいなになってしまって、それからお化粧を今控えています。お化粧をしないようにしています。なので今日もすっぴんです。気づいたんですけど、そのアトピーになって気づいたんですけど、顔ってあんまり洗いすぎない方がいいななんて思いました。なんでかっていうと、お湯だけで洗うようにしたら少し皮膚が落ち着いた感じがしたので、ぬるま湯で洗うようにしてます。だから今まで洗顔を使ってたんですけど、一旦やめて様子を見てみています。原因がわからないので、でもやれることをやるしかないなと思ってやってますね。あとルイボスティー以外に大根おろしを食べてます。大根おろしわかりますか？大根をおろし器、わかるかな？おろし器、大根をギザギザのなんか板みたいな上でする、細かく切るみたいな、細かくする機械があるんですよ、大根を。それで細かくするといい成分が出て、いい成分なんだっけ、大根おろすと出る成分、辛い成分、おろした時に生まれる辛い成分が、そのヒスタミン、顔が痒くならない抗ヒスタミン作用があるっていうことで、毎日大根おろしを食べてます。3食食べてます。1回このぐらい3センチぐらいずつ切って、大根おろして食べてます。
大根って上の方は甘いんですけど、下の根っこの方が辛いの知ってましたか？上の方って葉っぱがついている方、葉っぱがついてる方って結構甘いんですよ、大根。そのまま食べても、生で食べても。だけど下の方に行くほど結構辛くて、すごく辛くて、なのでそういう時はお味噌汁に入れたり、リンゴと一緒に食べたりしています。辛すぎてベロがヒリヒリしますね、根っこの方は。皆さんなんか肌荒れとかアトピーで良くなった方法があったらぜひ教えていただけたら嬉しいです。顔も熱い気がする今も。あと病気つながりで言ったら私切れ字なんですよ。切れ字ってわかりますか？イボ痔とか切れ字とか肛門、お尻の話ですね。汚いかな。切れ字、座りすぎるとお尻が痛くなることってありませんか？お尻が痛くなること。トイレに行ってうんちが硬いとお尻が切れることありませんか？肛門が切れること。私よくしょっちゅう切れ字でうんちが硬くなってしまって、それで病院に行ってるんですけども、これは仕事を辞める前の仕事を辞める前から2023年の10月覚えてますからずっと切れ字で、これにはすごく悩んでおります。だけどなんかスレッズとかで切れ字って検索すると結構皆さん悩んでいる方いらっしゃって、なんか仲間みたいな感じで少し安心します。切れ字ってどうしたらよくなるかな？温めたらいいんですかね？病院でも一応お薬もらってて、切れた時に塗る、これ見たことありますか？ご存知ですかね？おなじみのボラザ G。 切れた時夜に肛門に塗る薬で、こっちはモビコールっていう薬なんですけど、これはうんちが硬くなるのをうんちを柔らかくする薬です。モビコール。2歳から飲めるやつ。動物も飲めるらしいですよ、モビコールって。猫の便秘とか犬の便秘とかにも効くそうです。私はこれを毎日飲んでます。2023年から、いつになったらよくなるのかわからん。なんか病院の先生にも聞いたらお付き合いだよって言われました。ストレスをためないで何でも美味しく食べることがいいんだよって言われているんですね。だけどお尻は切れちゃうんですよ。本当に困る。なんかだらだらいっぱいお話ししちゃいましたね。そんな感じですね。2025年をまとめると、顔出しポッドキャストを始めたこと、日本語の先生を始めたこと、オンラインで日本語の先生を始めたことで、切れ字の3つですね。顔出しポッドキャスト、日本語の先生、病院、切れ字です。私の今年の3大トピックはこの3つですね。皆さんの今年の3つの出来事、3大トピックは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。気になります。じゃあ次は来年のお話をしようと思います。2026年のお話を少ししようと思います。来年。皆さん来年ってなんかもう予定ありますか？就職？それとも旅行？それともやりたいこと？他にやりたいことありますか？来年の予定ありますか？私はまだ来年何するかは決めていないけど、こういうのがいいなっていうのはうっすらと頭の中にあります。例えば、一人暮らし
がしたいです。一人暮らし。今家族と一緒に住んでいるんですけど、一人で暮らしてみたいです。一人で暮らす。だけど今の仕事の形態が、今の仕事がフリーランスだから、アパートがフリーランスって借りられないんですよね。普通の会社員みたいに定期的に収入が入ってくるっていう保証がないから、フリーランスってアパートを借りづらいんですよ。クレジットカードも作りづらいんですね、フリーランスって。いやーね。なので、なんとか一人暮らしができればいいなって思っているんですけど、方法を探さないといけませんね。フリーランスでも収入が安定していれば、一人暮らしができるアパートが借りられるそうなんですけど、今の私にはちょっと厳しいかななんて思っております。来年のことといえば、そうですね、これからの迷いみたいなものがあります。これからの迷い。どんな迷いかっていうと、下世話な話になるんですけど、YouTube って別に、いや、皆さんとっても、そう、メンバーとか、たくさんこの動画見てくださってるので、とっても感謝しています。皆さんが思ってる以上に収益ってそんなに、思ってるよりは収益ってそんなにないんですよ。なので、収入が安定しないですよね。私は2023年に仕事を辞めましたね。23年 ?24 年に仕事を辞めましたね。それから、それまで貯金していたお金を少しずつ使いながら暮らしていました。でもさすがに働かないといけませんよね。一定の収入が必要じゃないかななんて、そんなことを考えたりして、ネガティブだね。いやね、こういう話はあんましない方がいいよね。そうだから、また会社員として働くかどうするか、とっても悩んでいます。でも私社会性がないんだよな。社会性ってわかりますか？社会性、みんなとうまく協調してやっていく力みたいな社会性が私にはあまりないんじゃないかななんてね、思ったりしています。なので会社員としてまた働く自信が、すごいあるって言ったら嘘になるのでね。日本語の先生も一応オンラインでやってるんですけど、そうですね、なかなか生徒さん来ないですね。お金のために生きるんじゃないけど、やっぱりお金がないと生きていけないですよね。だからね、年金ってわかりますか？年金、国民年金っていうのがあるんですよ、日本には。それを、働いてても働いてなくても、1ヶ月1万7000円、1万8000円ぐらい、1万7000円から1万8000円くらい払わないといけないんですね。だいたい2万円ぐらい、1ヶ月ね。何もしていなくても。世知辛いですね。はい。そんな感じで来年は、来年も頑張りたいです。いろいろ。一歩一歩進んでいけたらいいなって思っています。前に一歩一歩進めていけたらいいですね。一歩一歩ね。昨日の自分と比べると全然進んでないように思えても、去年とか一昨年の自分に比べれば何かしらどっかしら成長しているところが一個でもあると思うから、そんな風に考えながら前向きに生きていけたらいいななんて思います。どうですか？こんな風にだらだらおしゃべりしながらポッドキャストを撮るのはどうですか？テーマを決めずにお話しするの飽きちゃいますかね？どうですか？でもこのスタイルは私にとって結構
ありのままの私なので、もありのままの私だし、ありのままの日本語だし、なんか何も飾ってないから、一番なんて言うんですか、よく言ったら一番一番人間らしい日本語、一番人間らしい日本語、一番日本語らしい日本語をお届けできるんじゃないかななんて思ってますね。なんかまだまだ伝えきれないことたくさんあるんですけど、また今度お話ししようと思います。なるべくならネガティブなこととか言わずに、綺麗な言葉を使って皆さんとつながれたら、それが一番いいんじゃないかなと思っております。だからですね、ポジティブな感情で皆さんとつながっていけたらいいなって思っています。じゃあ今日はここまでで終わりにしようと思います。今年もありがとうございました。違う、もう一回撮るかもしれませんね、動画。今日もありがとうございました。次もラフなスタイルで動画撮るか、それともちゃんとした格好で撮るかわからないんですけど、じゃあ一旦メリークリスマス終わってるかもしれないけどメリークリスマス。はい、良いお年を。